皆さんこんにちは、みゆきしんぺいです。お元気ですか？今日もね、バタバタとね、いろいろやってて、今ちょっとね、一段落したって感じなんですよ。ちょっと前にね、乗ってた車がね、急にね、動かなくなったんですよ。でね、出かけようと思って、エンジンをかけるじゃないですか、車の。そしたらね、もう、うんともすんとも言わないっていうかね、もう全く動かないんですよ。どうしたのかなと思って。車はね、車庫にあったんで、なので、出かけてる途中とかね、人のところとかね、そういうんじゃなかったからね、とりあえず良かったかなとか思ったんですけど、とりあえず家のね、車庫にあるんで、どんなことが起きたのか、考える時間はあるな、みたいな。それでね、いろいろ症状を見ていったら、バッテリーが悪いんだな、みたいなことが分かったんですよ。充電しようとしたんですけど、もうバッテリー自体がね、寿命というかね、じゃあこれをね、交換しないとなーってね、そんな状態にね、なったんですよ。でね、車がね、動かないですと。で、そうするとね、今度はね、屋根裏部屋があるんですけど、そこにエアコンがあるんですよ。アメリカの家って。で、そこってガレージから2階に通じる引っ張るとね降りてくる階段みたいなのがあって、それを使ってね上に行くんですけど、もう車がねあるとねその階段をね出すことができないんですよ。ちょうどねエアコンもねちょっとフィルターを変えなきゃいけないっていうね、そのタイミングだったんですけど、車が動かないと今度は2階に行けないわけですね。困ったなと思って、じゃあそのバッテリーを買いに行かなきゃなって思ったんですけど、そしたらもう一台ね車があるんですけど、その車もね調子悪くなっちゃって、走ってる時にねなんか変な音がするようになっちゃったんですよ。で、どうしたのかなと思って見てみたら、左のタイヤのところの泥がね、跳ねる泥を防ぐためのカバーがねタイヤの周りにぐるっとあるんですけど、それがねもうボロボロになってね外れかけてたんですよね。で、それで走ってる時ね、今まで全然気づかなかったなってね。でもね見てみるとね、もうほんとボロボロで外れかけてて、タイヤに当たるみたいな感じになってて、結構ね危なかったんですよね。カバー自体にもね釘がついてるし、パンクするかもしれないし、巻き込んでねハンドルをね取られたりしたらね結構危なかったんですよね。でね、じゃあまずそのボロボロのタイヤのその泥跳ねのカバーを今度は直さないといけないなと思って。でもそれは買わないといけないわけですよ。で、それを買って、それが直ったら、で今度はそれでバッテリーとかを買いに行って、でバッテリーを今度直して、また別の車が動くようになったら、で今度はその車を動かして、今度は屋根裏の方の階段を下ろして、屋根裏のね方に行ってエアコンのねフィルターを変えなきゃねってね、なんかそんなことがねここ1週間ぐらいでねずーっとあったんですよ。なんかよくゲームとかであるね、なんかお使いミッションみたいなね、これをやると次これができるようになって、それができるとこれができるようになるみたいな、その辺のトラブルの解消をねやってたんですけど、それが今日全部ねスーッとね綺麗にね終わったんですよ。いやー疲れたなと思って、もうテキサス炎天下でもうめちゃくちゃ暑くて、車庫にいてもね本当に暑いなみたいな感じなんですけど、もうそれがねなんかよく全部ね綺麗に終わってってね、今やっと一段落したなと思って、これをちょっと録音してるんですよね。こういうこと起きていろいろ思うんですけど、自分はねこれができますとかね、私はこれが得意ですってね、もちろんそういうのはねあるなと思うし、大事な自信だなと思うんですけど、その一方で力が発揮できるような状態にいることがやっぱ大事だなって、そういうこともすごい思ったんですよね。車だってね、その屋根裏にあるエアコンだってね、走る力もあれば冷却する力もあるのに、でもバッテリー一つおかしくなったりとか、フィルター一つおかしくなっただけで動かなくなったりしていきますよね。そういうようにその一つの要件っていうか案件っていうかね、一つのものの
効果で、全体の力がね、発揮できないとか、ドミノ倒しっていうかね、数珠つなぎとか言ったりするんですけど、そういう風にしてね、全部関連して大きなものが動いてるんだなってね、そういう時にすごい感じたんですよね。日本語でね、自利品ってね、言葉があるんですけど、追い込まれて、なんかどんどん不利な状態になっていくと、不利な状態だから、不利な選択しかどんどんできなくなっていくみたいな、なんかそういう言葉あるんですよね。なのでね、なんか、無駄に大きいものとかは縮小していくこともまた必要だなと思いますけど、でもそのものがね、その力をね、こう自由に発揮できるようにね、そういう場所をね、こう作っていくというかね。でもやっぱりそれには、そのものがこう好きというか、そのものにこう目をかけてるっていうかね、いつも車のことをちょっと気にしてるとか、2階エアコン大丈夫かなって普段から思ってるとか、やっぱり意識していく、そこに視線見ていくっていうか、なんかそういうのが大事なんだなってなんかそんなこと思いましたね。なんかね、前にね、聞いたね、経営者のね、方の言葉があったんですけど、社長は、目からね、ビームが出てると。目から光線が出てると。どういうことですかって聞いたら、自分が見てるものはもう成長するってその人は言い切ってたんですよね。もう自分が会社経営してて、自分がこれはと思ってずっと見てるもの、意識してるものは、もう勝手に成長していくから、本当にそれだけなんだよって言ってて、すごい話だなと思ったんですけど、でも好きでね、ずっと見ていくってね、できそうでなかなかできないですよね。やっぱりこう関心がなくなったりとか、なんか自分が持ってたこれもう興味がないなと思ったら、やっぱりそのものの存在を忘れていって、なくなってしまったりとか、壊れたのに気づかなかったりとか、もう自分がそのものを別に欲しいとかそういうことも思わなくなっちゃって、誰かになんていうんですかね、捨てるようになんかもうあげちゃったりとか、そういうことありますよね。そう思うと、自分が興味持ってないものなんだったら、結局のところ自分の手元には残らないし、自分の興味がないのだったら、それは離れていく運命にあるものなのかなとかね。なんか今日はね、そんなようなことを思いましたね。はい。今日もね、聞いてくれてありがとうございました。いや、バッテリーね、初めてね、自分で交換してみたんですけど、自分でって言ってもね、AI に聞いたりとかね、誰かがね、それだってね、YouTube とかブログとか、そういうのに発信したりしてるものをね、参照して AI とかもね、答えを出してるんで、なので、そういうふうに誰かがね、そういうのをね、残してくれてるっていうかね、備忘録ってね、日本語で言ったりするんですけどね、誰かが後で見た時に便利かな、みたいな気持ちでみんな残してくれたりしてるわけじゃないですか。いや、こういうのね、ありがたいなってね、そういうことを思いましたね。やっぱり自分がのびのびとみたいな話もあるけど、そういうふうに人のためにここはやっておきたいなって気持ちもあるし、自分のため、人のため、いつもこういう中間のことをね、考えてしまいますよね。今日もね、聞いてくれてありがとうございました。明日ね、株がね、あるんですよ、月曜日なんで。土日はね、なんか気が楽なんですけど、でもなんか株がないとね、なんかちょっと物足りないなって、そんな感じなんですよね。月曜日が楽しみになるってね、なんか素敵だなって、なんかそんな風に思いますね。聞いてくれてありがとうございました。ではまたね。